やってみたいけど見られたら恥ずかしい。そんな気持ちで一歩が止まってしまったことありませんか？こんにちは、ミクロミカです。繊細さんでも夢を叶うミクロミカのゆるふわマインドセットでは、繊細なあなたが自分らしく一歩を踏み出せるヒントをゆるっとお届けしています。今日のテーマは、人の視線が気になる時にちょっと気持ちが楽になる方法。例えばなんですけど、歌を始めてみたいけど歌手になりたいっていうことを友達に知られたらなんか嫌だなとか、例えば人前で歌ってすごい自信満々にやってたら、あの人自信ありすぎじゃないって思われそうって思ったことありませんか？例えばそういうこと以外にも、カフェで例えば作業をしていたら隣の人がちらっと見てきたような気がするなとか、なんかそういうことって結構頻繁にあると思うんですね。でも実は人って自分のことで精一杯なんですよね。で、ほとんどの場合は相手はあなたのことを観察してるわけではありません。脳は危険を避けるために見られてるかもと敏感に反応しますが、それはただの防御モードなんです。で、私も HSP という気質があるので、常になんか自意識過剰だよって思われるかもしれないんですけど、なんかこう人からの視線を感じることとかよくあって、今私のこと見た？私なんか顔についてたかな？今日の服装やばかったかなとか思いがちなんですけど、実際もしかしたらね、通りすがったからちらっと見てたっていうのはあるかもしれないんですけど、そこまでねこうがっつり見る人っていないと思うんですよね。なのでそれはまさにねこう防御モードに脳みそがなってたんだなっていうことに今になったらわかるんですけど、やっぱり当時は気づけなくて、すごくなんかメンタルがやられたりとか、こう外に出ると気持ち的に疲れちゃうことが多かったんですね。で、今日のテーマでもある人の視線が気になる時にちょっと気持ちが楽になる方法、これをね今日は具体的にお話ししていきたいと思います。で、視線とかこうなんかプレッシャーを緩める3つの方法、大きく分けて3つあります。まず1つ目は視線を優しくそらす。そして2番目はここは自分の練習の場と思える場所を作る。そして3つ目は見られても大丈夫な自分だけを出す。この3つが今日の大きなポイントになってきます。で、まずポイント1から説明していきますね。1つ目の視線を優しくそらす。例えば作業中に周りが気になったら、自分の視界に壁とか植物とかなんとなく安心できるものを置く。例えば家だったらドア向きとか、それぞれねこう人によって好みはあると思うんですけど、カフェだったら席の向きとかを変えるだけでもちょっと落ち着きますよね。で、私の場合はカフェとか外でね作業する時って背中に壁がある席を選んで、パソコンを使わない時でも開いて自分空間っていうのを作り出してます。で、多分これも防御なのかもしれないけど、なんとなくこうパカってパソコン開けて1枚隔ててるだけで安心感が生まれるので、そうすることによってちょっと気持ちが楽になってるなっていう風に感じます。なので家の中でもね安心できるような場所、外でもこれがあるとなんとなく気持ちが落ち着くなっていうような環境づくりを自らしていくことによって、ちょっと気持ちが楽になったりもします。そして2番目、ここは自分の練習の場と思える場所を作るということなんですが、例えば歌の練習だったら最初はカラオケとかスタジオとか、個室からスタートしますよね。で、例えば SNS の発信だとしたら、それを一気にバッて見せなくても非公開アカウントにしてまず発信してみるとか、見られる環境にいきなり飛び込む必要は全く持ってないんですよ。で、まずは準備体操的な感じで気楽に一歩踏み出せるような環境を作ってみましょう。そして3つ目はポイント2ともうちょっと似てるんですけど、見られても大丈夫な自分だけを出す。全部見せようとするともっと緊張しちゃう。でもまずは少し自信のある部分だけ見せる。例えば歌だったらこう SNS に発信したいと思った時にフルコーラスとか一番全部を見せる必要はないですよね。例えば私サビだったら自信あるから、サビだったらなんか人に聞かせてもいいかなっていうポイントだったら、サビだけを録音して
発信してみるとか、それだけでも十分ですよね。で、例えば文章とかだったら冒頭の一言だけ公開してみる、つぶやいてみる。で、それよりも深く掘れそうだなっていう風になったら、例えば X で一言つぶやいたものをより深いものとしてノートで書いてみるとか、自分なりに工夫して OK な自分を見せることからまず始めてみてください。で、ぜひこれらのことを実行してみてほしいんですが、今日からできるミニチャレンジとしては、ここなら気楽にできるなっていう場所を一つだけ書き出してみましょう。例えば特定のカフェの底の席、端っこの席とか、朝の公園だったら自分が気軽で入れる、周りを気にしなくても過ごせる場所だなとか、まずは視線が気にならない環境から一歩を始めてみることをお勧めします。見られてるかもはただの脳のアラームというふうに受け止めて、安心できる環境を選んで小さな一歩を踏み出しましょう。それではまた次回のエピソードでお会いしましょう。繊細さんでも夢は叶う、ミクロミカでした。バイバイ。